こんにちは、きこです。今日はインナーチャイルドについてお話ししようかなと思っています。で、このインナーチャイルドなんですけど、私もなんかあんまりインナーチャイルドとかって何なのかなって思ってたんですね。だけどインナーチャイルドが強い人っていうのは思考がめっちゃ強いんですね。だからチャネリングとかね、こうスピリチュアルなことやってるとね、すごいそのインナーチャイルドが邪魔するんですよね。否定しちゃうっていうのかな、自分の。だから自己否定感が強い人っていうのは、やっぱそのインナーチャイルドの癒しが終わってないっていうのが強いんですね。その辺のことがちょっと分かってきたので、自分自身がこうなんだろうな、あんまり癒されてない、自分自身の思考が強いなって思ってる方は、インナーチャイルドがあるって思っていただくといいと思うんですね。で、インナーチャイルドって何かっていうことなんですけど、小さい頃に自分自身がこう満たされなかった気持ちっていうんですかね、これは大人になってからもあることなので、大人になってからもインナーチャイルド、チャイルドっていう名前ですけれども、満たされない気持ち、自分を認められなかったような気持ちっていうのが、人から言われた言葉とかね、そういうことがあった時は、それがネックになって自分のことを苦しめるんですよね。なのでそういうものが、どういうことで自分が、傷ついてるかとかね、そういうことを自分自身で、認めてあげるっていうか、気づいてあげるっていうんですかね、そういう時に今来ています。で、そのインナーチャイルドの癒しっていうのは、いろんな人にこうヒーリングとかねしてもらってもいいんですけど、もうね、自分自身で癒し終わるっていう時に今来ています。みんなそうなんですね。誰もがインナーチャイルドが特にある人っていうのは、最後の最後は自分自身で癒し終わらないと終わらないんですよね。自分でやっぱ認めないといけないんですね。そういうのがあるっていうの、なんか認めるの苦しいですよね。やっぱりこういうことがあったとかね、ああいうふうなことがあったっていうのをやっぱり見ていかなくちゃいけないから。そうだけど、それを、どんどん認めていくっていうのかな、そういうふうにしていただきますと、どんどん楽になっていくと思いますので。じゃあインナーチャイルドの癒しってどういうことをしていけばいいかってことなんですけど、自分自身でどういう出来事があったかっていうのに気がつくだけでいいですね。今私も講座の中でインナーチャイルドの癒し入れてるんですけど、ちょっと思考、やっぱりスピリチュアルなことをお伝えしてますので、思考が強い人はね、なかなかこうスピリチュアルなことを、自分があなたは今こういうこと感じてます、自分でこういうこと感じてます、でもって感じで否定しちゃうんですね。合ってますよ、それでいいんですよって言ってあげるんですけど、言ってあげるっていうか、こうそれで合ってるから合ってますよってお伝えするんですけど、本人が否定しちゃうんですよね。いや違いますみたいな、聞こえてません、見えませんみたいな感じで否定が入ってしまいますので、それに対してどうやって認めていくかっていうので、インナーチャイルドやっぱ必要なんだなってことで、途中から私も講座の中に入れたんですけれども、どういうことが小さい時にあったか、どういう時の気持ちが、日常こうなんだろうな、どういうことでショックを受けたかっていうのかな、そういうのをどんどん自分自身で見ていくんですね。で、このインナーチャイルドのその癒しのやり方なんですけれども、簡単です。すごく今の年齢までどんどん、やっていくといいんですね。だから今、0歳から始めていきますので、0歳から7歳まで7年ごとやっていきますので、0歳から7歳の間に自分はどんな出来事があったか、どんな嫌なことがあったかなっていうのをちょっと思い出していただくんですね。そうするとやっぱりね、いろいろ出てくるんですよ。わーっとね、あれもあった、これもあった、これもあったみたいな感じでいっぱい出てきますので、その出てきたことをどんどん、自分で認めていくっていうのかな。あ、これもあった、あれもあったって知るだけでいいんですね。知るだけで癒されちゃうんですよ。気がつけばいいんです。それで
地球の中っていうのは気がついた後に何とかしようとしますよね。じゃあインナーチャイルド、7歳の時に親にいじめられてこういう気持ちになった。でその後にじゃあそれをね癒してあげようとか何とかしてあげようとかね、努力しようとかそういうことは一切いらないので、気がついてあげるだけでいいんですね。こういうことがあったっていうことに気がついてあげれば、それでもうそのインナーチャイルドは癒されて消滅しますので、気がついてあげるっていうのが大事です。じゃあ0歳から7歳、こういうことがあった、ああいうことがあったっていうことに気がつきますね。でそれ後に今度は8歳から7歳ずつ増やしていくので、8歳から15歳8歳から15歳までの出来事、嫌だった出来事とかね、悲しかった出来事と思っていただいて、また出てくること、8歳から15歳ぐらいだと小学生から中学生に上がるぐらいだからね、いろいろありますよね。私もやっぱりなんか出てくるな、ああいうことがあった、こういうことがあったっていうのをまたどんどん出してあげて気がついていく。次、じゃあ今度16歳から何歳だ、16歳から、7歳12、13、23歳までの、出来事、16歳から23歳までの出来事、ああこういうことあったな、ああいうことあったなっていろいろありますね。それに気がつく。そしたら今度24歳から、7年だから31歳までか、31歳までの出来事、私今41だから、見てあげる。そうで今度31歳から7年だから38歳までか見てあげて、でその後41歳、私の年齢までの出来事っていうので見ていくと、すごくねいっぱい出てくるんですね。で時々やっぱりねすごく嫌な気持ちになる人とか、なんか苦しくなったりね、気持ち悪くなったりとか気分が悪くなったりする方がいます。もうそれはその時にやめればいいんですね。続けて無理にやる必要はないので、またできる時に自分自身がやってみようかなって思った時にやっていただくといいです。あくまでもやっぱりご自分の気持ちいいこと、自分がやろうかなって気持ち、今向き合ってみようかなみたいな気持ちが出た時にやるといいと思うんですね。何でもやっぱり無理して、やることではなくてタイミングがありますので、無理しないでやっていただくといいんじゃないかなと思います。でこのインナーチャイルドが癒されることによって本来の自分をどんどん認められるようになって、自分が本当に楽に生きていけるようになりますので、もし自分自身がちょっと思考が強いな、否定が強いなっていう気持ちがある方はインナーチャイルドの癒しっていうのをどんどんやっていただくといいんじゃないかなと思います。